皆様こんにちは。 Google の黒木です。本セッションは事業成長をドライブさせるブランドマーケティングと題してリクルート様の取り組みをご紹介します。指名検索数を2倍以上に増加させたブランドマーケティングの裏側とは一体何だったのでしょうか。プロダクトマネジメントユニット長藤原様より事業部としての視点から、そしてマーケティング部部長伊坂様よりマーケティングの視点から詳細を伺いたいと思います。それでは藤原様、伊坂様、どうぞご登壇ください。 Please welcome Nobuo Fujiwara, HR Agent, Product Management Unit Vice President, Recruit Company Limited. Takumi Isaka, HR Agent, Service Marketing Unit Director, Recruit Company Limited. 藤原様、伊坂様、どうぞおかけください。皆様こんにちは、藤原です。我々リクルートエージェントは国内最大級の人材紹介転職支援サービスです。我々では非公開のウェブで検索しても出てこないような求人も含めて25万件もの求人を保有しております。こちら企業からお預かりした求人とサービス利用者である求職者との間にですね、キャリアアドバイザーという専任のアドバイザーが介在して転職活動を最初から最後まで支援させていただくことが我々のリクルートエージェントサービスの特徴です。このモデルであるがゆえに事業を成長させていくためにはですね、転職需要のある人を集めながら、一方でキャリアアドバイザーには当然人数としてのキャパシティの限界がございますので、キャパシティを過度に超えないようなこの両にらみの舵取りが求められます。そのためにサービスを統括する事業部と求職者を集める役割を担うマーケティング部との間で高いレベルの連携が事業の成功において必要不可欠な要素となっています。そうなんですね。事業部とマーケティング部の連携は具体的にどのように進められているのですか？はい、非常に高頻度で連携しています。半期ごとの計画策定、クォーター単位での計画修正、それに基づき週次の定例会で関係者が一堂に会しまして効率的なマーケティングができているかという確認を都度行っています。そこまで徹底されているんですね。その連携の中で予算も決まっていくのでしょうか？はい、リクルートではあらかじめマーケティング予算が決まっているのではなくて、マーケティング部から投資額、使い方、そこで得られる想定売上、これらをセットで事業計画担当に接続しています。なるほど。 Google でもマーケティングの費用はコストセンターではなくプロフィットセンターであるべきと提唱しておりますが、まさしくそれを体現されているんですね。今回のセッションタイトルにもあるブランドマーケティングについてはどのようにお考えでしょうか？2020年頃までは獲得施策系がメインで、ブランドマーケティングは売上への効果が説明しきれず投資に踏み切れていませんでした。 KPI はサービスの認知度で売上から遠い一緒だなと個人的にも感じていました。もちろん認知度も大事なんですけれども、我々のサービスとしての売上、これによりつなげる、そんな指標を探していた、そんな実態でした。ちょうどその時、私は個人的に全社横断でのブランドマーケティングの進化のテーマを担当していました。その中で各事業のブランドマーケティングの出稿額、売上、各種指標の関係性を分析すると、指名検索が出稿、売上と強く相関しているということが見えてきました。実際にリクルートエージェントの実績を見てみると、指名検索数が横ばいである一方、登録いただいた方はサービスをより熱心にご利用いただいており、売上への貢献度も非常に高いということが分かりました。そこで KPI を指名検索に変更し、具体的なプラン検討に進みました。そこからブランド施策へも投資するという変化が起こったのですね。はい、初めは YouTube など小規模で施策を実施し、
その中で Google さんと一緒に MMM で指名検索への効果を計測しました。すると直近の出稿だけでは説明しきれない蓄積効果、 MMM でいうところのトレンドの効果というところを確認できました。私の担当する事業部としてもですね、この結果を見てブランドマーケティングというものを継続的に、そして戦略的に実施していくということの意義を信頼することができて、実施していこうという判断をすることができたんです。はい、さらに2023年にはですね、従来はブランド系の施策と獲得系の施策を別のチームでやっていたんですが、これチームを統合し、また予算も別々で管理だったものを一つにするという変更も行っております。このシーンにおいてもですね、事業部とマーケティング部とで何度も会話を重ねています。売上という同じゴール、これは同じなんですけれども、果たしてその同じゴールに対して組織を分けて運用する意味があるのか、どういうのがあるべき組織の姿、連携の姿なのか、ここに関しては時間をかけて徹底的に議論しました。結果として、従来よりもマーケティング組織全体として事業成長に貢献できるような状態に近づいているんじゃないかなと個人的にも思っています。組織と予算を統合するって大きな変化ですよね。さて、ここからは YouTube 広告の活用についてもお話を伺いたいと思います。伊坂様、いかがでしょうか。はい、YouTube 広告のメリットは潜在顧客層の含有率が高く、利率の差が高いこと、それと PDC を早く回せると、結果として投資対効果が良くなるということだと思っています。さらにそれに加えて AI での広告配信が最適されるというところも魅力的だなというふうに考えています。リクルートエージェント様では動画リーチキャンペーンやデマンドジェネレーションキャンペーンも積極的に活用いただいておりますね。はい、それに加えて最近はですね、 YouTube をテレビデバイスで配信する際に平日の夜と休日の時間に絞った逆 L 字型の出稿というところにもチャレンジしています。社内ではこのやり方をテレビ CM 的 YouTube 活用と呼んでいたりします。こちらの狙いについては、我々の潜在的な顧客の在宅時間に絞って配信し、テレビ画面で広告を見ていただき、そのまま検索してもらうことです。テレビ CM の手法を YouTube 広告に持ち込んだ形ですね。 Google でもマーケティング目標によってはテレビデジタル起点ではなくテレビデバイスを起点に地上波と YouTube の予算配分を考えようと提唱しています。ブランド施策の投資を増やした結果、どのような成果が得られたのでしょうか。はい、長期的な蓄積効果を積み上げながら、ブランド施策全体で実施前の指名検索数を2倍以上に増やすことが現在できています。で、指名検索数に連動しまして新規会員登録というところも順調に増加しておりまして、転職に至る割合も高い水準で維持できているという状態になっております。さらに先ほどお話ししたテレビ CM 的 YouTube 活用というところについても初速好調でして、前年同月比で指名検索数が 24.6% 増加したという成果が今出ています。まだまだ再現性があるというものではないので、これからも検証を続けながら再現性を高め、継続的に実施できるようにしていきたいなというふうに思っています。加えてですね、ビジネスという意味での売上への効果も想像以上のものでした。言わずもがななんですけれども、ブランド資産というものは一朝一夕で築けるものではないです。中長期にわたりオールウェイズオンで訴求する、そんな重要性を再認識できたという、この一つのケーススタディとしてリクルートとしても貴重な学びになったんじゃないかなというふうに思っております。それは皆様が長期的に取り組まれたからこその学びですよね。今後の展開はどのようにお考えでしょうか。はい、こちらも言わずもがなですが、事業成長にマーケティングの進化というものは不可欠だと認識しています。 YouTube 広告の新しい手法、こういったもの AI も含めてですね、どんどん取り入れていって、まだまだ多くの人に知られてない部分もありますので、リクルートエージェントのサービス、それからリクルートエージェントのサービスの体験価値、これをより多くの人に伝えていきたいと考えています。ブランドマーケティングで
YouTube 広告を活用した結果、指名検索数が2倍になり、さらには事業成長につながった事例をご共有いただきました。藤原様、伊坂様、本日は貴重なお話をいただき誠にありがとうございました。